こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。2023年モーターサイクルショーが終わってしまったな。本拠地名古屋ではいろいろと新車が見れたし、よかったじゃありませんか。展示バイクには、一通りまたがってきたからな。では、今回のテーマはこちら。バイク好き必見、海外の気になるモデル厳選紹介。モタサイで気になった、海外メーカーモデルを紹介するぜ。外車は敷居が高くて、という方にもね。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。名古屋モーターサイクルショーで見つけた、魅力あふれる海外モデル9選です。じゃ、始めご。名古屋モーターサイクルショーで見た編。1、ベネリ TRT502X。イタリア、ペーザロの地で誕生したベネリ。1911年から続く、フル株メーカーだ。イタリアといえば、フェラーリ、アグスタ、サイゼリア。その間違いはチャッピー以下だな。日本ではプロトが輸入元となり、2021年から国内展開が始まったぜ。雑誌にイベントに、いろいろお世話になっています。で、今回気になる1台は、500cc のアドベンチャーモデル、TRK502X ですね。ヨーロッパでは2019年から販売開始されているモデルだ。ベネリ初の日本導入の大型モデルになるぜ。カラーバリエーションはこちら。本国ではホワイト、グレー、グリーン、イエローの4色です。ブースに展示してあったのは、ホワイトだぜ。トップ、サイドケース装備のフルパニア仕様だ。すでに国内販売中の TRK251 をでっかくした感じですね。またがった感じはどうでした？大型スクリーンは、両腕まで防風効果がありそうだし、メーターを囲むクランプバーは使い勝手が良さそうだ。乗車姿勢は文句なし。シートも厚く、座り心地が良かった。気になるところは、車重が235キロで少し重いってところだ。ミドルクラスの ADV だけど、取り回しはちょっと大変そう。主要装備はどんな感じですか？車体のサイドにはパイプのエンジンガード。トーカルイは LED で USB 電源も装備だ。国内向けのシート高は、ローシート化され 830mm になる予定だぜ。あと面白いのは、ハンドル周りのスイッチがイルミネーションで光るってところだな。さすがサイゼリア。電子制御関連は、ABS のみ。パニアケースはオプションな。では、TRK502X 展示仕様のスペックを教えてください。エンジンは並列2気筒 500cc、最高出力は約48馬力 8500rpm、最大トルクは 4.7kgm/6000rpm。シート高は 830mm、車両サイズは2200-915-480。重量は 235kg。ガソリン容量は20リットルで、燃費、航続距離、ガソリン使用は不明だぜ。新車価格は5999ポンド。日本円換算は約99万円で、100万以下の噂だ。グバイクの中古車価格帯は、登録なしだな。2、BMW R18 100イヤーズ。BMW100 周年を記念して販売される R18 の特別モデルだ。しかも1923台の限定モデルだぜ。以前に紹介したモデルですね。基本性能や装備は R18 と同じでしたよね。だな。実物が見れて大満足だ。では、カラーバリエーションはこちら。クラシッククロームの1色です。で、どの辺が100周年なんでしたっけ？とにかくいろんなところがメッキメッキしてる。100周年モデルを証明する記念プレートに、機能と美しさを両立したハイグロスクローム仕上げ。クロームのタンクはグラデーションがかってて綺麗ですね。クローム部分はペイント、オン、クロームという塗装方法で、より上質な塗装となっている。これは磨きがいがありそう。シートも専用品で、ダイヤモンドエンボス加工されている。ブラックオックスブラッドのツートーンカラーだな。ブラックの車体に濃い赤が映えます。マフラーはアプラポビッチ製だ。で、またがった感じはどうでした？残念ながら、記念モデルはお触り禁止だったので、通常の R18 にまたがってきた。足を前に投げ出す感じはなく、膝が90度に曲がり、踏ん張りが効く感じだ。車体に合わせて、全身ブラック革装備でツーリングして、北の山見ベースで酔っ払いたい。山見ベースは北にあるライダーズカフェね。主要装備はどんな感じですか？グリップヒーターに ETC2.0、ヒルスタート、コントロールにリバースギア、クルーズコントロールに、隠しクローム装備、その他もろもろ。書ききれなくて、投げ出しましたね。ぜひ BMW のサイトでご確認ください。では、R18100 イヤーズ2023のスペックはこちら。エンジンは水平対向2気筒 1802cc、最高出力91馬力 4750rpm、最大トルクは 16.1kgf、M3000rpm。シート高は 690mm、車両サイズは2449-164-1232、重量は 345kg。ガソリン容量は16リットルで、燃費、航続距離は不明。ガソリン使用は廃屋だぜ。新車価格は 276.4 万円。グバイクの中古車価格帯は、190万円388万円で33台だな。3、ハーレーダビッドソン、ナイトスタースペシャル。お次はハーレーの2台を紹介するぜ。一人では入りづらいディーラー第2弾ですか？ここぞとばかりにまたがってきたわけですか？その通りさ。お目当ては？
新型のナイトスターだな。ハーレー・ダビッドソンでは、今後を見据えて、スポーツスター系からエンジンの水冷化が始まっている。それに合わせて見た目も今風になっててな。これなら主物れそうだ、とこっそり思ってる。展示してあったのは、ナイトライダースペシャルでしたね。正義の騎士な。しかも PC エンジン版だぞそれ。言いたかったんです。カラーバリエーションはこちら。ビビットブラック、インダストリアルイエロー、ブラックデニム、ブライトビリヤードブルーの4色です。小型丸型ライトに細身のタンク、V 型エンジン。メッキは控えめだけど、ハーレーらしさは十分だ。で、スペシャルって何が違うの？タンクのカラーリングが増えたのと、エンブレムがレインボーカラーになってる。ハンドル位置がスタンダードと比べ若干高いので、その分ライポジは楽になるな。あと、全体的に空冷ハーレーに寄せた作りになってる。リアがツインショックだし、小型丸めライトだし、マフラーもダウンタイプの 2-in-1 ストレートだ。燃料タンクがとても小さいですけど、容量がちょっと心配ですが、11.7 リットルだな。こんなに小さいのに、結構入るんですね。実はシート下に燃料タンクがある。タンク部分にはエアクリが入っているぜ。豆知識。で、主要装備はどんな感じですか？丸型メーターは4インチのカラー液晶だ。透過類もすべて LED 化されている。コーナリングトラクションコントロール、トラックトルクスプリットコントロール。ライディングモードは3種類だ。ナイトスタースペシャルにはミニカウルが装備されてるが、2023年モデルのスタンダードにはなくなってるぜ。では、RH975 ナイトスタースペシャル2023のスペックはこちら。エンジンは V 型2気筒 975cc、最高出力は89馬力 7500rpm、最大トルクは 9.6kgf、M5750rpm、シート高は 715mm、車両サイズは2265、重量は 225kg、ガソリン容量は 11.7 リットルで、燃費は約 19km、航続距離は 222.3km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 237.38 万円から、グバイクの中古車価格帯は、登録なしだな。4、ハーレー・ダビッドソン、X350。普通に輪免許で乗れるハーレー、X350 だぜ。と言っても、まだ発表のみ。国内導入も未定、モタサイにも実車なしだけどな。カラーバリエーションはこちら。ジョイフルオレンジ、ダズリンブラック、ブライトシルバーの3色です。ハーレーにも、ついにネイキッドモデル登場ですか？いや、そうでもない。ハーレー・ダビッドソンのネイキッドといえば、XR750 が有名だ。1970年代にアメリカで開催されたレース、GNC に参戦するマシンとして登場したレーサーモデルだ。この雰囲気をまとって登場したのが、X350 だな。でも、ハーレーを買う人はクルーザー目的だろうし、X350 を発表した理由って、なんだろう？実はこのモデル、重要な役目を担っててな。どんな？ハーレーの狙いは中国を中心としたアジアへの市場拡大だ。350cc という排気量は、インドや中国で盛り上がっているホットな排気量で、X350 は今後の成長が見込める、アジア太平洋地域への布石だ。要は、X350 でハーレーブランドを定着、育て上げ、ゆくゆくはハーレーに乗ってもらおう、ってことね。その通り。中国のお国事情だと、クルーザーより生活で使いやすいネイキッドタイプが効果的だ。なので、ハーレー・ダビッドソンは中国の石膏、チェンジアンモーターサイクルと合弁会社設立し、ベネリの 302S をベースに、X350 は開発している。なんでベネリが X350 のベース車なの？石膏、チェンジアンモーターサイクルは、同様のベネリを買収してるからだ。実績があるモデルなら、安心ですね。なので、すでにハーレー・ダビッドソンブランドが定着している日本には、X350 が導入される可能性は低いと言われているな。ちょっと残念。じゃ、主要装備はどんな感じですか？メーターはアナログ式の一眼タイプ。透過類はすべて LED で、電子制御は ABS のみだ。では、X350 中国仕様のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 353cc、最高出力は 36.7 馬力 9000rpm、最大トルクは 3.16kgm/7000rpm、シート高は 817mm、車両サイズは2110、重量は 195kg、ガソリン容量は 13.5 リットルで、燃費、航続距離、ガソリン仕様は不明だぜ。新車価格も不明だ。5、ブリクストン、クロスファイア500。ブリクストン？初めて聞くメーカーですね。オーストリアのメーカーだな。大阪、東京、名古屋のモーターサイクルショーで展示されてたから、見かけた方も多いと思う。丸目一眼ライトのカフェレーサースタイルが基本。クラシックタイプやフラットダートスタイルもあるぜ。で、今回紹介するクロスファイアは、ブリクストンのコアとなるストリートモデルですか？カラーバリエーションはこちら。ビュレット、シルバー、バックステージブラックの2色です。展示されていたのはビュレットシルバーだな。マットな感じでしたね。タンクの形が特徴的ですね。AX って感じで。最近流行りなのかな？ X って？タンクからリアまで伸びる一体型のフラットシートは、厚みがあって、意外に座り心地が良かったな。シート高は 795mm なので、つま先がしっかり地面について、足つきも問題なしだったぜ。このバイクなら、サービスエリアで声をかけられること間違いなし。主要装備はどんな感じですか？メーターは一眼タイプの液晶ディスプレイメーターで、ABS は2チャンネル仕様だ。
ブレーキはブレンボ傘下の J ホアン、前後差すハカヤバ製、タイヤはピレリと、有名メーカー製パーツで構成されてるぜ。では、クロスファイア500 2020のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 486cc、最高出力は47馬力 8500rpm、最大トルクは 4.38kgm/6750rpm、シート高は 795mm、車両サイズは2117-757-1116、重量は 180kg。ガソリン容量は 13.5 リットルで、燃費、航続距離、ガソリン仕様は不明だ。新車価格は110万円。グバイクの中古車価格帯は、登録なしだな。6、ファンティック、キャバレロ、エクスプローラー500。すみません。モタサイ会場に展示されてたのに、動画撮り忘れてました。撮り忘れるとは何事だ。お姉さんに夢中で。オフロードファンなら知っている、ファンティックのレトロアドベンチャーモデルですね。カラーバリエーションはこちら。ホワイトブロンズの一色ですね。サイドアップの2本出しマフラー、太いフロントフォークにスポークホイール、細身のスイングアーム、見慣れたくちばしスタイルに、変形ミニカウルと複数眼の丸メライト。ぜひ赤く塗りたい。塗って新2号機風にしたい。シート高は 860mm で、数値的には心配だったけど、またがったら結構沈み込むので、足つきの不安はそれほどだ。タックロール風のシートは、タンクに近づくほど絞り込まれ、前後に動きやすく自由な感じだ。あれ、エンジンのスキットガードはついてるけど、駅間には守ってくれないんだ。それを心配するなら、まずはラリーのスキットプレートに穴を開けてからにしてください。主要装備はどんな感じですか？メーターはシンプルな液晶タイプ。ガス欠アラームの大きさが目を引くな。透過類はフル LED だ。キャンセル可能な2チャンネル ABS。厚側減水力とプリロードが調整可能なフロントリアサスペンション。タンク上部に小物入れと、17リットルのサイドバッグを装備。ちょっとしたお出かけならこれで OK だな。では、キャバレロエクスプローラー500ラリー500 2019のスペックはこちら。エンジンは単気筒 449cc、最高出力は 35.8 馬力 7100rpm、最大トルクは 4.38kgm/6000rpm、シート高は 860mm、車両サイズは 2187-878-1183、重量は 150kg 乾燥。ガソリン容量は12リットルで、燃費、航続距離、ガソリン仕様は不明だぜ。新車価格は140万円。グバイクの中古車価格帯は、123万1600円で2台だな。7、GTX、GR200R、デコルサドゥエ。新世紀ですか？またそっちか。GPX はタイのバイクメーカーだな。GR200R は、デザイントレンドをうまく取り込んだ単気筒 SS だ。カラーバリエーションはこちら。ブルー、グレー、ブラックの3色です。車名にダコルサ2ってついてるけど、新型なのかな？カウルデザインに変更はない。カラーリングとデカールが変わってるぜ。新色はソリッド塗装で、発色も綺麗だったな。実車を見た感じ、外装に気になる部分はなかったぜ。フロントカウはレイヤーデザインで、LED を使った細めの DRL に、カウルと一体化したライト。リアカウルに沿ったストップランプは視認性も良さそう。マフラーエンドもカバーで覆われている。シートは薄く、クッション性はほぼなかったけどね。主要装備はどんな感じですか？メーターは LED 液晶でカラー化されている。下部の機能切り替えボタンはソフトタッチで反応する仕様だ。ソフトタッチ。透過類もフル LED だぜ。では、GR200R デコルサ2のスペックはこちら。エンジンは単気筒 198cc、最高出力は 19.5 馬力 9000rpm、最大トルクは 1.78kgm/7500rpm、シート高は 815mm、車両サイズは 2020-147-1145、重量は 155kg、ガソリン容量は11リットルで、燃費、航続距離、ガソリン仕様は不明だぜ。新車価格は 53.9 万円。グバイクの中古車価格帯は、32万円45万円で5台だな。8、ロイヤルエンフィールド、コンチネンタル GT650。ロイヤルエンフィールドの展示車の中で、一番光り輝いてたモデルがコンチネンタル GT650 だぜ。カラーバリエーションはこちら。スタンダードはロッカーレッド、ブリティッシュレーシンググリーン。カスタムはブクスデラックス、ベンチュラストーム。スペシャルはミスタークリーンです。GT650 は、バーハンでアップライトの INT650 を、セパハン、カフェレーサースタイルにしたモデルだ。と言っても、アップライト気味なセパハンなので、それほど前傾姿勢ではなかったですね。面白いのが、下を向いたらタンクに自分が映ってるってことだな。鏡代わりで常に身だしなみをチェックですね。常にピカピカにしておきたい。GT650 は、とても座り心地が良かったですよ。シートに弾力が結構あり、スプリング付きシートに座ってるみたいでした。だな。ハンター、メトロ、クラシックとか、他のモデルもお尻快適仕様だったな。実際に走ったらどんな感じになるのかな？体験してみたいです。クラッチも意外に軽いし、左右別出しの2本マフラーのサウンドも気になるし、ぜひ乗ってみたいぜ。主要装備はどんな感じですか？メーターはアナログ二眼式、液晶ディスプレイ部分にはガソリン残量表示があるぜ。ABS も2チャンネル式装備だぜ。では、コンチネンタル GT650E スペシャル2021のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 648cc、最高出力は 47.5 馬力 7150rpm、最大トルクは 5.33kgm/5150rpm、
シート高は 820mm、車両サイズは2119-745-1067。重量は 212kg。ガソリン容量は 12.5 リットルで、燃費、航続距離、ガソリン使用は不明だぜ。新車価格は102.52万円。グバイクの中古車価格帯は、150万円159万円で6台だな。9、ウラル、ギアアップ。去年、一昨年と展示がなかったウラルだけど、今年は展示がありましたね。こうしたマニアックなモデルが見れるのも、モタサイの楽しみだよな。カラーバリエーションはこちら。ベースカラーは8色。カスタムカラーは90色以上の中から選べますよ。さすがウラル。もう一般大衆車だな。でも、設計は軍用車時代そのままって話でしょ？街乗りとか大丈夫なの？大丈夫だ。問題ない。基本的な設計は変わらないが、車体を構成するパーツは現代的なものに置き換えられているぜ。ブレーキにはブレンボ、バッテリーはユアサ。プラグは NGK で燃料システムは景品だ。あ、よく聞くメーカー名。なので、燃料系はインジェクションか、ブレーキはディスクか、2WD 機構も改良され続けているぜ。もし乗りたいなら、車両の信頼性も大切だが、サイドカーの運転方法も重要だぜ。何か違うの？一般的なサイドカーは、バイクが側車を引っ張る形だが、ウラルは側車側の車輪も駆動する 2WD 式だ。両派三輪車だから、運転方法もバイクと異なるぜ。そうなのね。それに、右と左のコーナリングでも違いがある。特に、側車と反対側に旋回する場合、進入速度が速いと側車側の後輪が浮いてしまう場合がある。それは怖い。そのままひっくり返ることはまずないらしいが、初めて体験すると、パニックになるから気をつけてな。ウラルに乗るときは、しっかり練習してからにします。レームにはモンキー125サイドカーぐらいがお似合いだな。それも欲しい。主要装備はどんな感じですか？メーターはヘッドライトケースに埋め込まれた一眼アナログタイプ。ミッションは全身4速、交代1速だ。では、ウラルギアアップ2023のスペックはこちら。エンジンは水平対向2気筒 749cc、最高出力は41馬力 5500rpm、最大トルクは 5.18kgm/4300rpm。シート高は 810mm、車両サイズは2510-1280-1620。重量は 331kg 乾燥。ガソリン容量は19リットルで、燃費は約13から 16km。航続距離は約250から 300km。ガソリン使用は廃屋だぜ。新車価格は306万8850円から。グバイクの中古車価格帯は333万円で1台だな。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。名古屋モーターサイクルショー、大盛況でしたね。最終日の日曜日に車で行ったんだけど、4輪駐車場はそれほど混んでなかったな。でも、2輪駐車場は敷地一面バイクだらけで、壮観でしたよ。で、今年は書き置きノートに一言コメント記入してくれた人はいましたか？もちろん、今年は当社費7倍だぜ。7名様も、ありがとうございました。でも、4名は YouTube R 合同オフメンバーです。数字は間違っていないですから。ステッカーをもらっていただいた方、貼った様子を Twitter にアップいただけると、青月がお喜びします。ぜひお願いいたします。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバハイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。